前編中編ときてね、開封編もありましたけれども、今回やっと完成となります。砂のイメージの模型ベースを作成してみようと思います。石粉粘土っていうのかなを使ってみました。若干足の幅を広げたいのと、前体重なってんだけど、これ Amazon の写真なんですけれども、前体重のところをちょっと変えたいと思って、この模型ベースでね、フィギュアベースっていうのかなで調整しようと思います。で、真鍮線でね、足を固定するんですけれども、ピンベースはね、こういう感じで持つと回しやすいです。みんな知ってることだとは思うんですけれども、で、最初ね、細めのピンバイスで穴を開けて、それから太いねピンバイスに変えています。僕の持ってるピンバイスだけかもしれないんですけれども、太いピンバイスはね、先が鋭くないんでね、細めのピンバイスで先に穴を開けました。でね、足はねレジンを入れたんでね、ソフビでもしっかりしていると思います。で、2ミリで固定したかったんですけど、また調整するかもしれないと思ってね、とりあえず細めの 1.5 ミリの真鍮線にしました。で、ウェザリンカラーを使って塗ってみました。特にねウェザリンカラーじゃなくてもね良かったとは思うんですけれども、使ってみました。でね、前後しますが、顔の塗装がね、いまいち納得がいかなかったので、もう一回塗り直しています。あとね、カラータイマーやね、目の裏に銀紙を貼ったりしてます。これクリアパーツなんでね、一応ね、反射して光の量がね多くなればなという感じです。あんまり意味がないかもしれません。あとは細かいところ、塗装を整えたり、結構ね近くで見ると雑なところもあったんでね、で、ここはね、背中のチャックというか、ジッパーのところですね。ここも軽く墨入れしました。あとは耳のスイッチをつけました。ちっちゃいんですけどね。で、これはね、この赤い模様の塗装がいまいちなところもあるんでね、墨入れというわけじゃないんですけれども、輪郭をこれでもうちょっとはっきりさせようとしています。で、最後というか、よくね土の上でね戦っていたのでね、少し汚しました。これはね控えめにやります。若干汚れてるかなぐらいにしようと思います。
でこの後ね艶消しクリアを吹いてこのウェザリングマスターを定着させています。カラータイマーはね青にしました。若干墨入れしたんでね今拭き取ってはめます。でねやりすぎちゃうんでね汚し塗装も、この辺で完成にしようと思います。この辺でやめてねで目とカラータイマー以外のところに艶消しのクリアを吹いた後ね最後にこの土台っていうかに足を刺して出来上がりかな。とりあえずね完成としました。今ね編集してるんですけどこうやって見てるとねいろいろ直したいところがね出てきちゃってるんですけれども一旦はこれで完成とします。こんな感じで今回もご視聴ありがとうございました。高評価とねチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。